今川氏真のその後。どうする家康に学ぶ日本史。御曹司はどのようにして生き延びたのか。今川氏真は今川義元の嫡男だが、義元が織田信長に桶狭間で討たれると、氏真は義元から引き継いだ今川氏をわずか9年足らずで滅亡させた。今川氏真のその後を詳しく見ていこう。今川氏真は1538年天文7年、今川義元の嫡男として生まれた。氏真の母は武田信玄に追放された父の武田信虎の娘で、妻は北条氏康の娘早川殿である。氏真が23歳の時、今川義元は尾張の織田信長征伐のために25000の兵と駿府を1560年永禄3年5月に出陣する。この時点で今川義元は尾張攻略に専念するために家督を嫡男の氏真に譲っており、そのために義元は自らが陣頭に立って出陣したとされている。今川氏配下の松平元康は大高城に兵糧を運び入れることに成功して元康の到着を待った。5月19日朝、沓掛城を出て元康のいる大高城に向かった義元は途中の田楽桶狭間で休息を取った。今川氏は将軍家に次ぐ高貴な家柄で、義元は腰に乗ることを許されていたが、結果的にはこのことが災いとなった。梅雨による激しい雨の中、休息していた今川軍にわずか2000の織田軍が襲いかかった。目立つ腰を目標に定めた織田軍が一斉に襲いかかったために、あっけないほどに今川義元は死給を挙げられている。今川軍はこの桶狭間の戦いで今川義元を筆頭に約3000の兵士を失っている。戦死者の中には多くの重臣が含まれていたため、今川家は挽回の余地がないほどの痛手を被ってしまった。今川氏真は亡き義元の後を受けて今川家を引き継ぐが、難題が次から次へと襲いかかった。松平元康は氏真に弔い合戦を進めるが、氏真は守勢に回って兵を挙げなかった。そのため元康は三河に攻め込む織田信長と戦いを繰り返したが、消極姿勢を崩さない今川氏真を次第に見限っていく。まず元康は今川義元からもらった元の字を捨て、家康と改名して独立する意思を示した。さらに1561年永禄4年に織田信長と清須同盟ではなく領土協定を結んでいる。通説では翌年の永禄5年正月に家康は清須城に出向いて織田信長と会見して清須同盟を結んだとされてきた。しかし戦時下に直接会見することは考えにくく、最新の研究では清須同盟ではなく領土協定であったと言われている。家康は今川氏の人質となっている長男信康と妻の瀬名、後の築山殿と長女亀姫を取り戻すために氏真のいとこ鵜殿氏を攻めて人質にする。氏真は
家康の要求に応じて人質交換で信康と瀬名、そして亀姫を解放している。だが家康の裏切りを憎んだ氏真は瀬名の両親の関口氏純夫妻を切腹に追い込んだために、家康と氏真の対立はさらに深まった。三河一向一揆を治め、三河を統一した家康は馬を献納するなどして将軍足利義輝にも接近する。そして15位下三河守に叙任された家康は松平を改正して徳川と名乗って新興大名の仲間入りをする。征夷大将軍になるためには清和源氏の系統である徳川と名乗る必要があり、家康は将軍になるための布石をこの頃からしている。一方の武田信玄は氏真の妹を妻に持つ嫡男武田義信と対立。義信を殺害した信玄は氏真へ妹を送り返し、今川領へ侵攻する姿勢を示した。家康は武田氏と図り、今川氏を同時に攻略しようと画策する。そのため氏真は妻早川殿の父親である北条氏康と組んで太平洋側から武田領に入る潮を止めたため、武田軍は窮地に陥る。ところが敵対していた越後上杉の日本海側から潮が入ることになったために武田軍は救われた。この時上杉謙信が武田信玄に塩を送ったと言われていることから、敵に塩を送るということわざが生まれ、美談として語られてきた。しかし事実は、謙信は塩を送ったのではなく、国内の塩業者に窮状にかこつけて高値で塩を販売してはいけないというお触れを出しただけだという。それはともかく、優れた軍師を持たなかった氏真は北条氏の助けも及ばず、ついに家康に掛川城に追い詰められる。今川氏真、徳川家康、そして北条氏康の間で武田勢力を駿河から追い払った後は、氏真を再び駿河の国主にするという盟約が交わされた。しかしこの盟約は永遠に実現されることはなかった。戦国時代の盟約は実力が伴わなければ保護にされても仕方がなかったのである。家康の和議に応じた今川氏真は北条氏のもとに逃れ、戦国大名としての今川氏は滅亡する。氏真はその後、同盟者でもあり妻の早川殿の父親である北条氏康を頼った。しかし氏康が死去して北条氏政が後を継ぐと、政策の違いから北条氏は武田氏に接近する。そのため北条氏を追われた氏真は家康に心中して庇護を受けることになった。また氏真は上洛した時に父親の敵である織田信長に謁見して蹴鞠を披露した。今川氏真は1614年慶長19年77歳で江戸において死去している。氏真以後の今川家の子孫は徳川家に高家待遇で迎えられ、江戸幕府で代々の将軍に仕えて、維新後も明治中期まで存続した。今川家の御曹司
氏真の生き方は戦国大名としてはもちろん失格だが、戦国時代を何としても生き残るためにはやむを得ない選択だったのかもしれない。